回はサイコロを投げて円周率を求めるのだ。サイコロで円周率を？サイコロって四角いわよ。円周率と何か関係があるようには思えないわ。そう思うのも無理はないのだ。サイコロといえば確率論の三大定理の一つ、中心極限定理を使うと円周率を求めることができるのだ。中心極限定理、かっこいい名前ね。かっこいい定理名ランキングで上位に入りそうだわ。でも難しそう。それは大丈夫なのだ。グラフを描けば目で見てわかるタイプの定理なのだ。目で見てわかるタイプ？とりあえずそんなに難しくなさそうで安心したわ。それではサイコロを投げて円周率を求める方法について説明していくのだ。よろしくね。まずはこれを見てほしいのだ。これは正規分布と呼ばれるものなのだ。この形、教科書に載ってた気がするわ。あ、ここにパイがあるわね。いいところに気づいたのだ。このパイこそが今回紹介する方法の要となるのだ。ところでここの E は何？この E はネイピア数と呼ばれる定数で約 2.718 なのだ。ただしこの動画では E の値は気にしなくてよいのだ。正規分布の大まかな形と先っちょの値だけ理解しておけば十分なのだ。先っちょの値は 0.4 かしら？グラフを見るとほぼ 0.4 なのだが厳密には異なるのだ。先っちょの値は x イコール0の時の値なので、式に x イコール0を代入するとこうなる。 E の0乗は1なので先っちょの値はルート2 π 分の1になるのだ。 E の0乗は1なの？そうなのだ。まず E の1乗は E、E の2乗は E×E、 そして E の3乗は E×E×E なのだ。 E の肩にある数字が1大きくなるのと E をかけるのが同じなのだ。ということは逆に E の肩にある数字が1小さくなるのと E で割ることが同じになるのだ。すると E の0乗は E の1乗割る E イコール1となるのだ。なるほど、わかったわ。ルート2 π 分の1を計算すると約 0.3989 なので 0.4 にかなり近いのだ。ちなみに正規分布はこの形からおっぱい関数に使われることがあり、おっぱい関数界隈では基礎おっぱい項と呼んでいる人もいるのだ。おっぱい関数？こんなもの作るなんて変態ね。次にサイコロ投げと正規分布の関係を説明したいところなのだが、その前に確率の基本を復習するのだ。確率ね。確率といえばこの前スマホでゲームをしていたのだけど、99% を4回も外してスマホを床に叩きつけそうになったわ。それはかわいそうなのだ。そのゲームバグってるかもしれないのだ。それはさておき、日常ではパーセント表記をよく見かけるのだが、数学ではパーセントを使うことは少ないのだ。代わりに全ての確率の和が1になるように確率を定めるのだ。例えばサイコロ投げの場合、サイコロのそれぞれの目が出る確率が全て等しいとすると、それぞれの目が出る確率は6分の1になるのだ。そうね、サイコロの出目はちょうど6つだから1を6等分すると6分の1ね。さて確率では期待値と分散というものがよく使われるのだ。期待値とは1回あたりの値の平均値のことで、サイコロの出た目の期待値はこのように計算されるのだ。これを計算するとこうなるわね。たくさんサイコロを投げれば1回あたりの平均が 3.5 になりそうというのは理解できるわ。期待値の値は今後ミュと書くのだ。ミュはギリシャ文字でアルファベットの M に対応するものなのだ。そして分散は期待値からのばらつき具合を表すもので、サイコロ投げの場合はこのように表されるのだ。ここの値はサイコロの目が期待値から離れているほど大きくなるのだ。2乗だから期待値より大きくても小さくてもとにかく離れていれば大きくなるのね。これを計算すると12分の35になるのだ。期待値はミュと表したが、分散はシグマ2乗と表すのだ。なぜシグマに2乗がつくの？これは確率論の流儀みたいなので受け入れてほしいのだ。
ちなみにシグマは標準偏差と呼ばれるらしいのだが、偏差という言葉の響きが嫌いなので、この動画では単にシグマと呼ぶのだ。わかったわ。シグマもギリシャ文字でアルファベットの S に対応するものなのだ。見た目は S と全然似てないわね。期待値はなんとなく理解できるけど、分散はなんだかよくわからないわね。分散を計算すると何がわかるの？それは難しい質問なのだ。分散は期待値からのばらつき具合を表すものと説明したのだが、そもそもばらつき方には様々なパターンがありえるのだ。そして分散の値だけではばらつき方を完全に理解することはできないのだ。そうなのね。ただし分散が小さければばらつきが小さいということはわかるのだ。この事実はチェビシェフの不等式というものから導かれるのだ。チェビシェフの不等式はこのようなものなのだ。 X は確率的に定まる値、例えばサイコロの出た目などと思ってほしいのだ。μ は期待値、シグマ2乗は分散なのだ。そしてここの K は0より大きければどんな値をとっても良いのだ。この時左辺は値が期待値から K 以上離れる確率で、右辺は分散が小さいほど小さくなるのだ。つまり分散が小さいほど値が期待値から離れる確率が小さいということね。そういうことなのだ。ちなみに分散の意味やチェビシェフの不等式についてはこの動画ではこの先出てこないので、わからなくても心配しなくてよいのだ。さて、それでは円周率の求め方を説明するのだ。まずサイコロを N 回投げて出た目の合計を SN と置くのだ。例えば N を5とし、サイコロを5回投げて、1回目が1、2回目が3、3回目が4、4回目が6、5回目が5だとすると S5 は19になるのだ。サイコロを5回投げるたびに値が決まるのね。そうなのだ。そして S5 を何回も計算して棒グラフを作るのだ。例えば最初は19だったのでこのようにグラフを作る。次にサイコロを5回投げて合計が17だったらこのようにグラフを更新する。次の合計が19だったらこのようにグラフを更新する。横軸は S5 の値、縦軸はその値が出た割合を表すのね。そうなのだ。そしてこれを何回も繰り返すのだ。何回ぐらい繰り返すの？とりあえず S300 を2万回計算した結果がこれなのだ。300回を2万回？ということは600万回もサイコロを投げたの？さすがに現実ではそんなには投げられないのだ。パソコンでシミュレーションしたのだ。600万回も投げたら狙った目を出せるようになりそうね。回数はさておき、この形を見て何か思うことはないのだ。正規分布に似ているわね。そうなのだ。正規分布を当てはめてみるとこうなるのだ。おお、綺麗に一致してるわね。このように SN をたくさん計算すると正規分布が現れるというのが中心極限定理なのだ。目で見てわかるというのはこういうことだったのね。ただしこれにはもう少し補足が必要なのだ。まずここを見てほしいのだ。正規分布だと真ん中が0だったのに、こっちだと1050になってるわね。1050を300で割ってみてほしいのだ。1050は900足す150だから1050割る300は 3.5 ね。3.5って期待値だったかしら？そうなのだ。つまり S300 がおよそ期待値 ×300 になる回数が一番多いのだ。それはさておき、棒グラフを1050横にスライドするとこうなるのだ。それでも正規分布と比べると横に長く縦に短いのだ。そういえば正規分布の先っちょの値はだいたい 0.4 だった気がするわ。このグラフでは 0.014 よりちょっと小さい値よ。おそらくだいたい 0.0135 なのだ。グラフの横軸をルート 300× シグマ分の1に縮小し、縦軸をルート 300× シグマ倍するとちょうど正規分布に一致するのだ。確認のために先っちょの値を計算するとルート300シグマ ×0.0135 はほぼイコール 0.399 となるのだ。つまり正規分布の先っちょの値と
棒グラフの先っちょの値がほぼ同じ値になるということね。そうなのだ。正規分布の先っちょの値は正確にはルート2パイ分の1で、棒グラフの先っちょの値は S300 が1050と一致した割合なので、それを式で表すとこうなるのだ。この式を整理すると解はこのように求められるのだ。これでサイコロをたくさん投げれば円周率が求められるのね。それでは実際に円周率を計算してみるのだ。1回だけでは確率的な誤差が大きいかもしれないので、10回計算してみるのだ。これがその結果なのだ。あら、円周率は約 3.14 じゃなかったの？これでは3に近いことくらいしかわからないわ。計算を間違えてるんじゃないの？そんなことはないはずなのだ。計算は合っていると思うのだ。単に精度が悪いだけなのだ。はあ、600万回もサイコロを振って3に近いことくらいしかわからないなんて、そんなのありえないわ。これまで頑張って説明を聞いてきたのがバカみたい。まあまあ落ち着くのだ。実はこの方法を改良すると精度を上げることができるのだ。その結果がこちらなのだ。あら、これならだいたい 3.14 であることがわかるじゃない。最初からこの方法を紹介すればよかったのに。それもそうなのだが、こんなに精度の悪い方法は初投稿でもないと、今後ハードルが上がった後では紹介できないのだ。だから一発目からこんな変わり種を紹介したのね。あと改良版は少し数学的に難しいのだ。だからそれはいずれ別の動画で解説しようと思うのだ。ちなみに円周率の計算に使ったサンプルプログラムは GitHub に公開しているのだ。URL を概要欄に記載しているので、気になる方は見てみてください。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。